初対面。それは人類が未だ克服できない。最も身近で、最も不可解な儀式である。言葉はある。名前もある。だが、なぜか心だけが置いていかれる。数万年前。洞窟で出会った誰かに対しても。おそらく同じ沈黙が流れていた。火を囲みながら。どう話しかけるべきかを考えていたに違いない。そして今もなお。その状況は何一つ変わっていない。私たちは、その答えを知らないまま。日々、誰かと出会い続けている。これは、避けることのできない沈黙に包まれた人類の、不器用な戦いの記録である。第一章、未知との接触。初対面とは、未知との接触である。相手は人間だが、情報としてはほぼ、未確認生命体に近い。趣味も、価値観も、笑うポイントも不明。それにもかかわらず、会話は要求される。沈黙の哲学者、ソクラテス・ソワソワ。私は何も知らない。だから、とても気まずい。この言葉は、初対面の本質をほぼ言い切っている。知らない、だから話せない。話せない、だからさらに知らない。この循環こそが、緊張の正体である。つまり我々は、知らない人に対して、知らないまま話そうとしているのだ。冷静に考えると、かなり無茶である。第2章、視線という圧力。初対面の敵は、相手ではない。視線である。見られている、評価されている、そんな気がする。実際には、相手も同じことを考えている。観察の心理学者、フロイト・フリーズ。人は他人の視線を感じると、急に自分が面白くない存在だと確信する。その瞬間、人は自分を過剰に観察し始める。これは恐ろしい現象である。普段は普通に話せる人間が、急に何を話していいかわからない人になる。つまり視線は、人間の性能を一時的に下げる作用を持つ。初対面とは、お互いがデバフを掛け合う静かな戦場である。第3章、言葉の仮面。では、どう戦うのか。答えはシンプルである。仮面を被ることだ。ここで言う仮面とは、当たり障りのない言葉である。社交戦略家、ナポレオンなめトーク。深い話をするな。浅く広く泳げ。天気、出身地、最近の出来事。これらはすべて人類が開発した対初対面兵器である。深く踏み込めば沈む。浅く広がれば浮く。つまり会話とは内容ではなく浮力である。中身が薄いほどよく浮く。我々は空っぽであるほど会話が上手くなる。第4章、沈黙の許容。もう一つの攻略法、それは沈黙を恐れないことである。沈黙は失敗ではない。ただの空白である。しかしその空白は、なぜか異様に長く感じられる。何もしていないはずなのに、何かが起きている気がしてくる。東洋の賢者、老子ラオラオ。語らぬ時間にも、会話は流れている。沈黙を埋めようとするほど、言葉は不自然になる。逆に沈黙を許せば、空気は安定する。何も話さない時間。それもまた、関係の一部である。とはいえ、5秒を超えるとさすがに長い。人類はまだ、その領域には耐えられない。第5章、正体の需要。人類は長い時間をかけて、多くの問題を解決してきた。様々な道具を使い、社会という複雑な構造を築き上げた。それでもなお、最初の一言に苦戦し続けている。人類学的観察者、ダーウィン・ダルイ。人は環境に適応するが、初対面だけは別である。我々は進化してきた。だが初対面だけは、未だに手探りである。つまり、これは欠陥ではない。仕様である。緊張するのが正常、苦手なのが標準装備。何度繰り返しても、完全になれることはない。むしろ慣れないまま続いていく。そして、その事実を受け入れる段階に至った。それは、苦手で当然だと認めることである。
初めて対峙した瞬間、未知と視線が織りなす小さな戦場に変わる。我々は仮面を使い、浅く泳ぎ、時に沈黙しながら生き延びてきた。だが結局のところ、やっていることはシンプルだ。知らない人と、何とか話そうとしているだけである。人類はここまで進化しても、それがうまくできない。その不完全さを抱えたまま、前に進み続けている。そして今日もまた、誰かが新しい誰かと出会う。まあ、最初は天気の話でいいか。初対面との戦いは、終わらない。